どうもこんにちは、むっちんです。それでは今日も魚つきを楽しんでいきましょう。今回の魚つきは水面から巨大魚を狙うという神回になっていますので、ぜひ最後まで楽しんでみてもらえたら嬉しいです。そして今回は2日分の魚つきを1本の動画にまとめてあるので、いつもよりは少し長い尺になってしまったんですけど、見どころをギュッと詰め込んであるので、ぜひ最後までお付き合いください。早速あの筒みたいな中に何かいますね。近づいて見てみるとキジハタが出てきました。これはぜひとも今日取りたい魚ですね。この個体はちっちゃいのでやめておきましょう。続いて目に入ってきたのが何かの群れですね。近づいてみるとこれはサンバソウですね。イシダイの幼魚です。好奇心が旺盛でね、全然逃げないんですよ。というかそのうちの1匹が僕の顔をかじってばっかりで痛いので、僕の方が逃げる形になりましたね。はい、というわけでとりあえずサンバソウの方はスルーをして、奥の方に大人のイシダイがいるのでそっちを狙ってみましょうか。うっすら見えますかね。向こうの奥の方に少し大きめのイシダイが群れています。今寄ってきてるのは30センチぐらいの個体ですかね。もう一回り大きいのが奥にいるのでそっちを狙いたいんですよね。なかなか大きい個体は寄ってきてくれませんでした。少し場所を変えてみると今度はキジハタが顔を出していました。この辺ですね。そこそこ大きさもありそうなのでこの個体を狙ってみましょう。見えづらいですがこの辺りにいます。ホバリングをしながら後ずさりをしていったのでちょっと見えづらい。まだうっすら見えてるんですが角度的にちょっと難しいので一回浮上しましょう。呼吸を整えているとさっきのキジハタが出てきましたね。よし、もう一回狙っていきましょう。ここに入りましたね。角度を調整して放ったんですがこれは外れ。うまくいきませんでしたね。狙いは悪くなかったと思うんですが刺さりませんでしたね。これは残念です。そして今のキジハタは逃げてしまったので別の場所を探しに行きましょう。テトラの下に何かいないかなと思って近づいていくとイシダイが出てきましたね。ちょうどいいサイズなのでこれを狙っていきましょう。頭を狙って放ちましたがこれも外れ。今のショットもそんなに悪くなかったと思うんですけどギリギリで避けられてしまいましたね。残念です。そろそろ1匹目が欲しいところですね。また両型のイシダイを見つけたのでもう一回イシダイを狙ってみましょう。ここにいますね。この個体を狙っていきます。しっかり狙って
ヒットしたんですが抜けてしまいました。今のは当たりどころも良かったので完璧なショットが決まったかなと思ったんですが、刺さりが甘かったですね。申し訳ない、抜けてしまいました。ちょっと悔しい展開が続いてしまってますね。なんとか最初の1匹が欲しい。するとですね、水面からすぐそこのテトラの隙間からめちゃくちゃでかい石鯛が現れました。すぐカメラを回したんですけど見えなくなってしまいましたね。でも逃げる素振りもなくこの辺をふらふら泳いでいたのでまだ近くにいるはずです。諦めずに探してみましょう。するとさっきの石鯛とは別の個体なんですけど、そこそこ両型の石鯛が姿を現しました。潜らなくても届きそうなのでこのまま水面から狙ってみましょう。しっかり狙ってヒット。よーし、今度は当たってくれました。かなり見えづらかったと思うんですが、ここで一瞬だけしましまが見えましたね。さっき見た特大石鯛ではないですが、丸々太ったいい個体ですね。サイズも結構大きいです。とりあえず今日の1匹目が取れて一安心ですね。でも心の中ではさっきのでかい石鯛が気になってしょうがないんですよね。これで満足はできません。この魚を取り込んだらもう一度探しに行こうと思ったその時ですね、さっきの石鯛がまた姿を現しました。それがこの映像なんですけど、わかりますかね。ここにいますね。後ろにいるのも30センチぐらいの石鯛なんですけど、それと比べるとこの石鯛の大きさがわかるんじゃないでしょうか。なんとしてでもこの魚だけは突きたい。今さっきついた魚を持ってる状態なんですけど、もうこの状態で狙っていきましょうか。テトラの隙間に入りましたが、なんとか動きが見えています。出てきましたね。ここにいます。僕の足元に移動してきたところを狙って放ったんですが外れてしまいました。何をやってるんでしょう。今のはつけたはずですね。でもまだ近くにいるのでもう一回チャンスを伺ってみましょう。またこっちに向かってきました。見えますかね。ここにいます。今度は軽く潜って近づいてみましょうか。あ、警戒されてしまいました。お願い逃げないで。完全に警戒されてますね。そしてこのまま逃げられてしまいました。なんといってもここで決めきれなかったのが悔しいですね。冷静に放ってれば絶対に当たったと思うんですよ。これは本当に悔しい結果になってしまいました。はい、というわけでこの日の魚つきはさっきついた石鯛1匹だけでしたね。でもこの状態で動画を出すのもちょっと悔しいなと思ったので、次の日にまた行ってきましたよ。次こそはリベンジを果たしたいと思います。というわけでここからは2日目の映像になります。この日の海も前日と同じぐらいの透明度がありました。明るい時間帯に潜ったので光が反射して夏の海っていう感じがしますね。
さあ果たして今日はリベンジできるんでしょうか。水面から魚を探していると猛毒を持つあの魚を発見しました。皆さんどこにいるか分かりますかね。正解はここですね。日向ぼっこをしているのか全然動きません。この魚はオニオコゼですかね。ちょっと森でつついてみたんですけど本当に動かないんですよね。もしかしてここで息絶えてしまったんでしょうか。と思ったらここでようやく胸びれが動きましたね。ここまで警戒心がない魚もなかなか珍しいですよね。これも美味しい魚なんですけど、とりあえず今回はスルーします。次に見つけたのが砂に埋まっているあの魚ですね。手づかみでも取れるみたいなので挑戦してみましょう。ここに目だけ出して埋まっています。さあ取れるでしょうか。よいしょ、取れましたね。これはヒガンフグですかね。可愛らしいですがこの魚も猛毒を持っています。今日は手づかみも成功しているので魚つきの調子もいいんじゃないでしょうか。というわけでここからは真剣に魚つきをしていきましょう。もう魚を見つけているので今から狙っていきます。目の前にずっと止まってるマダイがいるんですよね。しかもかなり大きいです。見えてきましたね。マダイはここにいます。うまくつけるでしょうか。これを外してしまった。これは悔しすぎますね。今のはめちゃくちゃ緊張してしまいました。ほとんど動いていなかったので多分寝てるんだろうなと思って近づいてみたら目がギョロギョロ動いてこっちを見てたんですよね。その威圧感に僕の方がやられてしまいましたね。そして緊張した時に上に反れるっていういつものショットをかましてしまいました。もったいないことをしてしまいましたね。もう少しメンタルを鍛えないと。まあしょうがないですね。気を取り直して次は石鯛を狙っていきましょう。両型の石鯛が何匹かいるので森をこすって興味を引いてみましょうか。するとこの個体が近づいてきてくれましたね。よし、これを狙っていきましょう。これも外れ。少し手応えはあったんですけどね。もう一回見てみましょう。先端がエラの部分に引っかかっただけでしたね。刺さってはいませんでした。ちょっと今日の雰囲気も良くないですね。そろそろ流れを変えていかないと。と思ったその時ですね。今日も水面から超巨大な魚を発見しました。しかも昨日の石鯛よりもでかいです。その映像がこちらになります。水面をふらふら泳いでいると映像では大きさが分かりづらいんですけど、ここにめちゃくちゃでかい魚が入っていきました。でも正直この時点でもう岩陰に姿を隠したんだろうなと思って半信半疑で近づいています。この辺りに入っていったんだよなと思いながら探していると、まさかのさっきの巨大魚がここに顔を出しているのを発見しました。そしてこの予想外の展開に奇跡のスーパーショットが炸裂するんですよ。それではそのショットをノーカットでご覧ください。
お分かりいただけたでしょうか。ここで一回思いっきり外すんですよ。終わったって思ったんですけど、この魚は全然動かなかったんです。もしかしたらもうワンチャンあるかもしれないと思って急いで森のゴムを引き直して、この2発目が当たりましたね。こんなことあるんですね。無事につけてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、何が起こったのかちょっとよくわからない感じになってました。そして改めてこの魚を手元に手繰り寄せたらめちゃくちゃでかかったんですよ。それがこちらですね。特大サイズのスズキです。映像では分かりづらいんですけど、お腹もパンパンですごい太さがあります。家に帰って測ってみたら83センチありました。初めてランカーサイズのスズキを突くことができたのでめちゃくちゃ嬉しいですね。この2日間ミスも連発してしまったんですけど、最後にこれがつけたのでもう大満足です。というわけで動画も長くなってしまったので、今回の魚つきはこれでおしまいにしたいと思います。この動画が面白いと思ってもらえたら高評価、チャンネル登録、そしてハイプボタンをポチッと押して応援してもらえたら嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。ではまた。